クレオパトラとアントニウスのロマンス。イントロダクション。今日は、クレオパトラとマルクス・アントニウスのロマンスについて語ります。これは、歴史上最も有名な恋愛の一つであり、彼らの物語は私たちに多くの教訓を与えてくれます。この二人の恋愛物語は、非常に複雑であり、多くの政治的な要素が絡み合っています。彼らのロマンスは古代ローマとエジプトの複雑な政治情勢に深く組み込まれており、その物語は紀元前の世界を描き出しています。クレオパトラとアントニウスの出会い。クレオパトラとアントニウスってどうやって出会ったのだ？それは紀元前41年のことよ。当時アントニウスはローマの将軍で、東方の支配を確立するためにエジプトを訪れたの。そしてそこでクレオパトラと出会うことになるの。クレオパトラは彼を誘惑して、彼の支持を得るために巧妙な策略を用いたの。彼女はアントニウスを魅了して彼の心をつかむことで、エジプトの力と影響力を保つことができたのよ。彼らの恋愛関係。それで彼らの恋愛関係ってどんな感じだったのだ？彼らの恋愛関係はとても情熱的でドラマティックだったの。彼らは共に時間を過ごして互いの理解を深めていったの。でもその関係は政治的な側面も強くて、エジプトとローマの間の政治的なバランスを保つためのものだったの。彼らの愛は個人的な情熱だけじゃなくて、大きな政治的な意味を持っていたのよ。彼らの関係性の深さ。そこから彼らの関係はどう進んだのだ？彼らは互いに深い愛情を抱いて、共に過ごす時間を増やしていったの。彼らは互いに深い理解と尊敬を持っていて、一緒に時間を過ごすことでその絆はさらに深まったの。でもその一方で、彼らの関係は常に政治的な力関係と絡み合っていたの。それは恋愛だけじゃなくて、2つの強大な国家、ローマとエジプトの間の力関係にも影響を与えていたのよ。彼らの結末。2人の結末はどうなったの？残念ながら彼らの物語は悲劇的な結末を迎えるの。クレオパトラとアントニウスの間に生じた政治的な亀裂が彼らの運命を決定づけたの。アントニウスは自分の失敗によって自殺してしまい、クレオパトラも彼の業を追う形で自ら命を絶ったの。彼らの死はその時代の終わりを象徴するものだったのよ。まとめ。クレオパトラとアントニウスの物語は、恋愛と政治が複雑に絡み合ったドラマであり、彼らのロマンスは今もなお多くの人々に語り継がれています。彼らの物語から学べることは多く、恋愛だけでなく政治や戦略についても考えさせられます。恋愛が政治にどのように影響を与え、また政治が恋愛にどのように影響を与えるか。この物語はそれを見事に描き出しています。クレオパトラとアントニウスの物語は、私たちが恋愛と政治の複雑な関係を理解するための鏡ともなります。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。